今回は過去最高難易度である高難易度ステージの使用率人気キャラをご紹介していくぜ。一体誰が使われているのか参考になるし、日替わりで誰を引くべきかの参考にもなるのでよろしくお願いしますよ。まず高難易度チャレンジとは4周年アニバーサリーから開催された、超高難易度な期間限定ステージ、新規イベントだが、やること自体はフクレイと大体同じだよ。任意制限がないので旧バージョンのフクレイと同じものと思ってくれていいぜ。ただし、高難度ステージと銘打っている通り、いつものフクレイとは比べ物にならないほど敵が硬くなっている。高難度チャレンジのサナエの HP は驚異の82万。これがどれだけやばいかというと、例えばタタロエストの絵札が掘れるフクレイのサナエの HP は32万、6700レベル120。あのフクレイと比べて通常の3倍かよ。どんな体力してるねん。また支援している2人の神も76万ととんでもなく高くなっているんだ。特設ではなくイベント探索なためカスケットを利用可能なのは従来の高難度コンテンツとの大きな違いで救いだったな。最強の白フェスをフレンドから使えるのはありがたい。ロスワでもリアルでもフレンドがいませんが軽く今回の高難易度ステージのエネミー情報を紹介しよう。まずサナエはゲージを飛ばすと味方全体のミサイル弾から受けるダメージを 95% ダウン 5T。味方全体の通常弾から受けるダメージを 95% ダウン 5T。相手全体の攻撃力を8段階ダウン 5T を行ってくるんだ。じゃあミサイル弾と通常弾を多く持っているキャラクターは編成しない方がいいね。ミサイルマンのレリックかなこ様連れていけないじゃん。あと攻撃力8段階低下もえげつない。交代するなり、時間を稼ぐなりまたバフを乗せるしかないぜ。かなこ様に関してはゲージを飛ばすとブースト禁止、強さランクを解除してくるんだ。強さ解除はずるいよ。なのでなばってもう一度スキルを発動するか、スキルをできるだけ残しておくといいと思うぜ。スワコに関しては仲間のバフを上げてくるというものだ。1ゲージ目は要望をアップされるので遠行キャラで戦うといいと思うぜ。2ゲージ目は遠望魚力が上がるので、要望が高いキャラで戦うといいだろう。なるほど。じゃあ1ゲージ目は遠行タイプで最後に陽光タイプのキャラにチェンジするのがいいのかもね。そして敵の弱点は金、火、星となっているよ。今回の新エピックと白フェスが接待になっていますよ。といった感じの難関ステージなんだが、どんなキャラがよく使われているのか一緒に見てみよう。今回見ていくのはこちらの新機能クリア履歴にあるトップ10の人たちの使用しているキャラクターだぜ。なるほど、ランキング上位の人たちが使っているキャラならほぼ答えとしては正解のものだろうからめちゃくちゃ参考になりますね。そういうことだ。ちなみにランキングトップ10はクリアにかかったアクション数とダメージの高さの2つの要素でトップ10を算出されているようだぜ。へえ、それは知らんかった。ではまずはじめに紹介する人気使用率が高いキャラは水着役もゆかりだぜ。古い女とは言わせないわ。すごいよな。エピックの初期キャラなのに未だに最新の高難易度チャレンジに持っていけるスペックなんだから、なぜみんなから使われているのかというと、まずは禁止解除だな。かなこ様がブーストの禁止をしてくるのよね。しかもゆかりならば2つの禁止解除があるので1本目と2本目使い分けができるので非常に楽に解除できるしな。これが超フェス稲葉帝と水着ゆかりが未だに最強の禁止解除枠の理由でしたよね。詳しく知りたい方は後でこちらの歴代派遣を握ったスキルを見てくださいね。さらに水着ゆかりは非属性があるため、相手の弱点を突きやすいのが魅力的。また情報修正によって、要項を9段階まで上げられるようになったので相手のデバフにも対策できやすい。さらにバフを解除されても能力でブースト使用時、味方全体の要項を1段階アップ。グレイズ使用時、味方全体のクリティカル攻撃を1段階アップ 1T があるため即座に味方にバフをかけることもできるよ。霊力配布もあるし、味方全体の結界を2枚増加もあるので安定性も増すのでかなり必須って感じですな。そういった万能なサポート性能が理由で編成されているようだぜ。続いて紹介するのはエピック白子石だぜ。このキャラも息が長すぎる。しかもトップ10から3位まで全員入れられているほど人気が高いんだ。人気高すぎでしょ。一体どうしてこんなにも人気なの？一つは単純に育成済みだからというのは大きいな。この白子石は2022年から登場したキャラだけにすでに何度も復刻されているから持ってる人も多いというのは大きいな。もちろんスペックも今でも優秀な部類だしね。また今回は金属性が有利になっているため、白子石の真骨頂とも言える、究極火力の全体スペカが金属性がメインで含まれているので、火力要因として刺さるんだよ。なるほどね。弱点がつけるのか。また白子石はブレイク性能が非常に高い。初手スキル1使用 &1 ブーストスペル2使用で相手全体に6枚の毒切り結界を付与して即座にブレイク。すなわち弱点無視の6枚ブレイクが可能であり、2T かけるなら問答無用で相手全体の結界を9枚割ることが可能。なのでブレイク要因としても役立つぜ。あとクリティカルデバフなんかも持っているから刺さりやすいんだ。相手はクリティカルの対策はラストゲージしかしてこないので、クリティカル攻撃がよく刺さるのか。おそらくみんなも白子石は日替わりなんかで引いたと思うから編成しておこう。
続いて紹介する使用率が高いキャラは桜小石だぜ。なるほど、R25 のラスワで脳殺するということか。まあ9割方そうなんだが、やはりこのキャラクターはレリック茨城河川の実質陽光バージョン。まずこの桜小石の真骨頂といえば 75% のダメージ増加が可能な蓄積を持っていること。蓄積スキルは貯めれば貯めるほど威力を上げれるというスキルです。桜小石の場合は何だっけ？結界の蓄積だぜ。味方全体の与えるダメージを 15% 行動決定時の結界数に応じてアップするんだ。つまり結界の最大の数は5枚だから 75%。なので最大で 1.75 倍のダメージ増加が可能なのか。それはめちゃくちゃに強力ですね。この結界蓄積は霊力と違って速攻で使えるところが優秀。ただ3ターン目に使いたいとなると、結界を使っているから要注意ということか。一応単体スペルで結界を2枚回復できるので覚えておくといいぜ。また陽光タイプのダメージ増加系では最大の増加量だ。火属性、金属性は陽光が強いのでおのずと陽光よりのパーティーになるので、陽光のダメージ増加として必須なキャラクターだな。一応この桜小石は日属性もあるので結界を破るのにも向いているぜ。また破壊式らしくクリティカル攻撃力のバフとデバフが扱えるので、この高難易度と相性がいい。相手はクリティカルの対策はあまりないんだったよね。また現在の陽光は白フェスの存在によって高出弾タイプが非常に強いんだけど、桜小石は陽光高出弾タイプなので白フェスとも相性がいいね。とにかく相手はやたらと体力が高いし硬いので少しでも攻撃力を高めたいところなのでこの高いダメージ増加スキルを持つ小石は有能なので非常に使われているぜ。続いて紹介する使用率が高いキャラはレリック茨城河川だぜ。包帯で刀持っていて、暴れる腕とか嫌いになるわけないじゃん。いやそういう理由での人気じゃないからね。彼女の筆頭すべき点は皆さんもご存知。ダメージ2倍増加。こちらの河川は霊力の蓄積スキルを持っているんだ。味方全体の与えるダメージを 20% 行動決定時の霊力に応じてアップ。なので霊力最大の5まで貯めれば 100%。つまり 100% 中の 100% ってことだ。それとグロ弟やないか。このように、歴代最大のダメージ増加スキルを持っているので組ませないわけがない。さらにこの河川の扱う属性はメインが日属性でサブに金属性もある。今回の敵に相性抜群ということか。なのでダメージも乗りやすいしブレイクもしやすいので、河川は陰光タイプだけど陽光パーティーでも入れている人が多いな。またクリティカル攻撃が得意だし、特攻は巫女と神格があるので今回の敵である森谷一家と相性がいい。また全体スタンもあるので結構これで救われるケースも多いぜ。もう今年の MVP はもらったも当然でしょ。前回の優先すべきレリックガチャで詳しいキャラクターの性能を紹介しているので、詳しく知りたい方は見てみるといいぜ。続いて紹介する使用率が高いキャラはレリックレイムだぜ。風神6リメイク、レリックレイムは相性がめちゃくちゃにいいんだよね。そう、何かの因縁か運命かレイムの属性は火属性、金属性、星属性すべて持っているんだ。運命を仕組まれた少女たち。霊夢の真骨頂である究極的な火力を誇る全体攻撃は得意属性はメインが星なので早苗さんにダメージが通りやすく、その他の単体とラスワは非属性メインなのでかなこ様に対して得意属性となっているぜ。火力が一番出るラスワも得意属性なのはでかいね。またこの霊夢は味方全体の結界を2枚増加することが可能。高難易度チャレンジは禁止やデバフでターンを稼ぎたい場面が出てくるのでこのサポートはかなり有能なんだ。禁止解除は2ターンなのでこれで逃げれる可能性もあるしね。あと回避性能も高いので意外とダメージ通らなかったみたいなこともできるよ。さらに霊夢は長期戦に向いていて、1ターンで使えるスキルで全員の速力と命中率を伸ばすことが可能。今回残裂弾が得意なキャラはあまりいないけどね。さらに霊夢は特攻に神格と人間を持っているので森焼全員に対して特攻が刺さっているんだ。完全に森焼キラーですね。とりあえず、得意属性が揃っているし、特攻も刺さっているので完全に今回の主役と言えるので上位層はみんな入れているぜ。霊夢もそれなりに古いキャラクターなので持ってる人も多いだろうし、現在日替わり出てくるので、持っていない方は取っておくと良さそうですよ。続いて紹介する使用率が高いキャラはジェニックだな。さすがは白フェスを除けば最上位のフェス組ですね。特定のキャラではないがジェニックはみんな入れているぜ。ジェニックはダメージ増加系を保有しているものが多いので味方全員の火力を限界以上に引き出してくれるから、やはり入れている人が多いな。スペックも他のフェスに比べて高い設定になっているし、誰いてと強いですよ。なんといってもミマ様以外は全員得意属性をメインにしているので活躍してくれるんだ。なるほど、だからジェニックが使われているのね。現月お姉ちゃんは非属性がメインで、無月ちゃんは星がメインとなっていて、神貴様は非属性がメインとなっているので今回の敵に刺さりやすいんだ。特攻範囲が狭い無月と現月なんだけど、今回は巫女がいるのでラッキーなことに特攻範囲なので早苗には強いぜ。となると現月か無月どっちを選ぶなら星属性持ちの無月になりそうだ。このようにジェニックも今回ほとんどのキャラクターが得意属性になっているので使ってる人が多いから覚えておくといいよ。
続いて使用率が高いキャラクターは白フェスだぜ。ロスは史上最強かつ最終金キャラ。4万円の女と呼ばれるこの白フェスたちはやはりロスは史上で高い強さを持っていて、スペックもどの面に関して一級品、さらにクエストの接待となっているのでやはり使われているな。特にかなこ様に関しては日と金で固められているので、神々に対して非常に強い。しかも能力で得意属性に 30% ダメージ増加するのでかなりのキラーとなっていますよ。天使サナエも星属性多めなのでサナエさんに対してかなり強いよ。また二人とも森明に対して有効な特攻を持っているのでダメージを数倍にしやすくなるんだ。また二人ともやたらと硬いので、相手がスペルカードを使ってきてもダメージをほぼゼロにしたりするので打ち切る前に満身創痍になることはないので、かなり安定しているぜ。特にかなこ様に関しては毎ターン結界増加を持っているので安定性がエグすぎる。なので相手のデバフが切れるまで粘れるということもできるのが他のフェスたちと違ってできるので強いよ。まさに高難易度用のキャラクターたちってことか。特に最後の敵の結界消失では長期戦になったりするのでこの二人がいるとかなり安定性があったよ。持っていない人はフレンドから借りるのがいいですね。一人いるだけでもだいぶ変わってくるレベルなのでフレンドで更新しまくって白フェスキャラたちをデリバリーしよう。フレンドから4万円をデリバリーってマジっすか？大体使用率が高いキャラクターは紹介したんだけど、最後にランキングトップ2位と1位がちょっと意外なキャラクターを入れていたので、紹介しよう。へえ、最上位の人が使っていたなら参考になりそう。そのキャラクターは超フェス式英気山ザナブだぜ。まさかの超フェス？しかも無料宿止で入るぐらい古いキャラクターじゃないですか。実はこの式様ある場面でめちゃくちゃ刺さるんだよ。彼女の特徴はゲーム中でもトップクラスの瞬間デバフ性能を持っていることだぜ。一体どんな害悪コンボを持っているのか気になる。超フェス式様の能力は有利属性に与えるダメージを 25% アップ。不利属性に与えるダメージを 25% アップ。結界以上毒切り暗闇にかからない。ブースト使用時、自身の命中を1段階アップ 1T。といったように有利属性に与えるダメージを 25% アップを持っているんだが、式様は金属性メインなので弱点がつけて火力が乗りやすい。そしてスキルは相手全体に結界以上毒切り3枚付与や相手全体のクリティカル防御、相手全体の要望3段階ダウン 4T、相手全体の陰謀3段階ダウンという高品質なデバフを多数揃えているんだよ。彼女も容器よりのスペルカードを持ちながらも毒を扱うキャラなため、毒切りをデバフとしても扱えれるし、ガチガチなデバッファーですな。さらに、スキルとスペルカードで味方全体の攻撃力を上げることもできて、命中率も高いからデバフとバフが森に盛られまくった一撃をしっかり命中させることができるのよ。それはブレイクがない高難易度チャレンジにおいて有能な性能だよ。そう、VS フクレイなんかを想定しても、前半ゲージはゴリ押しブレイク役、最終ゲージはバフ&デバフ役という具合の分量もできるし、他の高難易度イベントを想定しても色々な応用具合が想定できるよ。さらにブレイク性能も 2T で7枚の暗闇&毒切り結界ブレイクが行えて、最近のレリックやエピックとも引きを取らないブレイク性能を持っているぜ。なるほど、今回の敵に相性がいいし、最後のフルブレイクできない時にほぼフルブレイク状態まで持っていける超デバフ要因として連れて行っているわけか。ランキングトップ10の理由はおそらくこの式様を使って相手の防御を奪うことで火力を引き出していたからだと思うぜ。ランキング1位と2位で使われているってすごいな。ワンチャン来年の福袋ガチャとかで出るかもなので、狙ってみるといいぜ。それにしても上位層の方が使っているキャラクターを参考にするのはとても学びになりますね。ああ、まだクリアできていない人や、もっと効率を求めてる人はぜひ参考にしていってくれよな。さて今回の授業はここまで。他にもこんなキャラが有能だったってキャラがいれば教えてくださいね。また優先すべき日替わりレリックについて知りたい方はこちらを見ていくといいぜ。それではここまでご視聴ありがとうございました。